報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ第29話焼き尽くせ。灼熱の刻印。ユーマの手の中に現れたのは漆黒の絵に炎をまつわった刃を持つ剣。烈火の刃だった。烈火の刃。特性炎竜の方向。後振りで炎の竜を生み出し周囲の敵を焼く払う。特性灼熱の刻印。斬撃が当たった箇所に灼熱の文様を刻み継続的なダメージを与える。特性不滅の炎。使用者の魔力を吸収しあの炎が消えることはない。ユーマは目の前にそびえる巨人を見据えた。さあ行くぞ。巨人は方向し地面を砕く勢いで潜水を振り下ろす。その一撃はまるで雷鳴のように重く町の石畳を粉々に砕いた。だがユーマは一瞬の隙を突き血を蹴った。烈火の刃の炎が舞いユーマの周囲を渦巻く。炎竜の方向。刃先から解く放たれた炎が竜の形をとって方向を上げる。灼熱の本竜が巨人の胴体を飲み込み黒鉄の甲冑を溶かし裂いていく。巨人は苦悶に顔を歪めのけぞった。しかしそれでも倒れない。それなら直撃させる。ユーマは駆け出し炎の刃を高く掲げた。拳が迫る。枯れ木が砕け散る中をすり抜け一直線に駆け抜けた。灼熱の刻印。グレンの奇跡が夜を裂き刃が巨人の胸を深々と切り裂いた。その瞬間炎の文様が刻まれる。ドーン。燃え上がる文様が爆発し巨人を体の内側から粉砕する。これでどうだ。巨人は断末魔を上げゆっくりと膝をつく。切な文様から炎が吹き出しそこからさらに灼熱の炎が広がっていった。うおー。胸に刻まれた文様がじわじわと広がり体の奥深くまで焼き尽くしていく。ユーマは剣を構えたまま慎重に間合いを取る。何だこの圧倒的な威力は。巨人は全身から黒煙を吹き出しながら焼かれていく。やがて腕が力を失い最後の抵抗を試みるように手を伸ばしたがその指先すらも灼熱し炭のように崩れ落ちていった。ブオー。ユーマは息を飲んだ。すごい。たった一撃で。ユーマはしばらくその光景を見つめそして手にした剣へと視線を落とした。刃に刻まれた文様がかすかに揺らめいている。どこかで見覚えのある文様だった。そうだ。あの時古代遺跡の壁に刻まれていた印。あれによく似ている。遺跡で見た不可解な光の門あれと同じ形が今烈火の刃に浮かび上がっている。まるで何かを呼び覚ます鍵のように。やっぱりこの剣もあの遺跡もただのものじゃない。ユーマは絵を強く握り炎の揺らめきを見つめた。この剣なら戦える。ユーマは剣を振り次なる戦場へと駆け出した。巨人を倒したとはいえ戦況が好転したわけではなかった。町の至るところで悲鳴が上がり権力と魔法の衝突音が鳴り響いている。遠くでは城壁が崩れ戦火に包まれた建物がくしむように崩れていくのが見えた。このままバラバラに戦っていても押しつぶされるだけだ。ユーマは奥歯をかみしめ視線を遠くへと向けた。最前線では勇者たちが奮闘しているはずだ。彼らと合流し戦力を一点に集中させれば流れを変えられるかもしれない。いいな。前線へ向かうぞ。やこのまま進むのにゃ。でも確かにユーマの言う通りかもしれないにゃ。いいなも状況を理解しすぐに駆け出した。二人は町の瓦礫を踏み越えながら戦場の中心へと向かう途中市街地を蹂躙する魔族の正体が目に入った。生き残った兵士や傭兵たちが必死に応戦しているものの数で圧倒されじりじりと押し込まれている。ユーマは疾走しながら剣を抜く放
いを溶かすように役払った。イーナも背後から飛び込み、短剣で魔族の足を切りつけて動きを封じる。すごいにゃ、これがこの剣の力か。その動きを見た兵士たちは驚愕し、士気を取り戻したかのように再び戦い始めた。その隙にユーマとリーナは駆け抜け、さらなる戦線を目指す。やがて遠くに見慣れた人影が見えてきた。勇者たちだ。カズマさん、剣を、ミサキ、3人の勇者は圧倒的な魔族の大軍を相手に死闘を繰り広げていた。剣吾は巨大な盾を構え、迫り来る魔族の攻撃を受け止めている。その体勢は崩れることなく、盾の表面には淡い青い魔力が流れ、明かりの幕のように防御を強化していた。その背後では、ミサキが次々と強力な魔法を放ち、敵を吹き飛ばしている。しかし、それでも数の差は歴然だった。カズマサは最前線で剣を振るい、素早い動きで無数の敵を切り伏せていた。だが、その顔には疲労の色が濃く、剣勢にわずかな鈍りが見える。敵の歯を完全にさばくきれず、鮮血を散らしながら傷を重ねていた。潮が頬を伝い、呼吸は荒い。まずいこのままじゃ、勇者たちも押しつぶされる。ユーマは迷わず、剣を振りかざした。みんな、援護する。その声に、戦場の視線が一瞬だけ彼に集まる。ユーマ、お前、どこにいたんだ。剣吾が驚くと安堵をにじませて叫ぶ。しかし、ユーマは答えるよりも先に、敵へと飛び込んだ。話は後だ。劣化の炎が奇跡を描き、彼の姿が炎の中に溶けていく。再び戦場の熱が激しく燃え上がった。劣化の刻印は魔族の体を焼き尽くし、苦しみながら崩れ落ちていく。ミサキがすかさず援護の魔法を展開し、敵の陣形を乱した。ユーマ、助かるわ。今さらカズマサも剣を振るいながら応じる。だが、その口元には安堵の色が見え隠れしていた。ユーマは短く息を整え、勇者たちと肩を並べた。ここからが本番だ。全員の戦力を一点に集中させる。その声が戦場に響いた瞬間、周囲の空気が変わった。王国兵たちは突然現れたユーマと、彼の手に握られた灼熱の剣に一瞬目を奪われた。だが、彼が次々と魔族を切り伏せる姿を目にした途端、手記が一気に跳ね上がった。おお、反撃だ。誰かの声が上がると同時に、兵士たちの剣が魔族を押し返し始める。ユーマは炎をまとう劣化の刃を振るいながら、戦場を駆け抜けた。火炎が魔族を焼く払い、彼の動きに合わせてグレンの光が奇跡を描く。その特殊界の端に、剣吾の姿が映った。剣吾は大型の魔族と交戦していたが、盾には亀裂が走り、今にも砕けそうだった。血に染まった腕を震わせながら、必死に防戦を続けている。ユーマは即座に駆け寄った。剣吾、盾を貸せ。お前、何を、戸惑う剣吾の声を遮るように、ユーマは盾へと手をかざした。進化。次の瞬間、まばゆい光があふれ、剣吾の盾が一瞬で姿を変えた。守護の砦、特製不動の壁、強力な衝撃を受けてもびくともしない絶対的な防御力を誇る。特製衝撃優秀。受けたダメージの一部を吸収し、衝撃を軽減する。特製庇護の加護、盾を構えている間、周囲の味方に防御力上昇の効果を付与。特製守護者の決意、持ち主の意志が強いほど防御力と耐久力が向上する。盾は全くの別物へと変貌していた。重厚な青の輝きを放ち、表面には複雑な魔法陣が刻まれている。その存在感はまるで動く城壁のようだった。なんだこれ。剣吾が驚いている間にも、巨大な棍棒がうなりを上げ飛んでくる。
消耗している。周囲を抑え込むために必死に呪文を詠唱していた。美咲、ユーマは左手をかざし、炎光のランタンを召喚。素早く彼女へと投げ渡した。前に渡したやつと同じだ。これを使え。美咲はそれを受け取り、すぐに理解した。ありがとう。使わしてもらうわ。ランタンの炎が再び力を増し、彼女の魔法にさらなる輝きが宿る。火と水の魔力が混じり合い、戦場に轟音が響き渡る。シャー、いいぞ。美咲、剣吾が叫び、魔族の列が一気に崩れる。そしてユーマの視線が最後の太り、石根と向く。カズマサは相変わらず険しい表情で敵を切り伏せていた。だがその剣はすでに刃こぼれし、明かりを失っている。それでも彼は一個も退かず、前線で仲間を守っていた。ユーマはわずかに息を吐き、剣を見つめる。これを渡せばあいつも少しは認めるか。劣化の葉を軽く振ると、紅蓮の炎が吹き状が理人を包んだ。そして躊躇なくその剣を一根と放る。これを使え。炎がこう描き、剣が空を裂いた。戦場の熱が一瞬だけ静止する。続く。次回第30話。